はい、今回遺跡の説明会がありますので明和町に来ました。今回、明和町で遺跡の、発掘されました西宮歴史博物館の会場へやってきました。ですね、説明によりますと、令和5年発掘調査奈良時代の西宮中枢域の解明に向けて大きく前進 しますということで、飛鳥奈良時代の西宮中枢域の発掘調査の現場になります。海洋御殿の構造が解明される日はそう遠くはないと言えるかもしれませんということで、ぜひご期待くださいということです。結構興味がある人が多く来てます。近鉄線の本当に隣に、発掘されましたんで、結構人が来ておりますが、結構遺跡ということで興味がある方もおられると思います。ちょっと今日は風がきついんで寒いですけども、明和町のマスコットめひめちゃんが来ております。皆さんおはようございます。西宮歴史博物館の大西と申します。本日は本当に朝から多くの方が集まっていただきまして誠にありがとうございます。また西宮跡の発掘調査につきまして、ご理解、これからご関心いただき重ねてお礼申し上げます。この西宮跡の発掘調査は始まりましたのが1970年です。もう今年で数えますと54年目を迎えます。本当に長い間、皆さんの本当にご理解をいただいたからこそ、もう半世紀以上続けて続けることができました。ありがとうございます。今年度は昨年度に引き続き奈良時代の西宮跡の発掘調査を行いました。新聞やテレビの方で、報道もしていただきましたが、大きな成果ができました。念願の、奈良時代の西洋宮殿の正殿かと思われる、建物跡が、発見できました。建物のこの規模は今まで西宮で、発見された中で最大のもので、構造につきましても他に例がない、得意なものとなっております。本日はですね、この原爆を見ていただきますと、大きなこの柱跡が整然と、これだけ整然と並んでいる本当に原爆珍しいかと思っております。本日は、この現場を見ながら、説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。それから最後に1点だけ、今現在博物館の方では秋の特別展海の祈りを開催しております。本日今日の1時半から海の祈りの解説会も博物館の方で、予定しておりますので、もしよろしければそちらの方もお願いいたしまして、私のご挨拶をさせていただきます。失礼いたします。そうしましたら、定刻の10時になりましたので、今から、この西宮跡の発掘調査の説明をさせていただきます。調査担当しました川辺と申します。よろしくどうぞお願い申し上げます。皆さん声聞こえますかね。大きめにします。聞こえますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。そうしましたら、電車も通りますけれども、私の声にちょっと耳をたくさん向けていただければというふうに思いますので、お願いします。皆さん、西宮と西洋、皆さんご承知だというふうに思いますけれども、一応念のため、解説させていただきます。こちら、西洋という方につきましては、ちょうど、古代の段階なんですけれども、
天皇のこの名代、天皇の代わりに明治神宮へ、お参り行かれる皇族の未婚の女子が、占いで決められます。大体、天皇さんの娘だったりというのは、含まれるんですけれども、そういった、高貴な方が、女性なんですけれども、高貴な方が、西洋さんということで、こちら、三重県のこの明和町でございます、この西和町に、赴任をされると。で、ここからここを起点にして、伊勢神宮、今の内宮だったり、内宮を中心とした、ところへ、伊勢神宮祭祀の、に、使えるという、そういうお役目をされるために、このいわゆるその西洋のための宮ができている。それから、西洋の宮、宮宮みたいなものですけれども、それは西洋というふうに思います。今日お話しさせていただきます、西洋と内宮の、今日、今から説明するにあたって、そういったものを念頭に、聞いていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。ぜひ今日来ていただいた方には面白いところがいくつかポイントありますので、全て解説をさせていただきたいというふうに思います。そうしたら、お手元の資料も、合わせてご覧いただければというふうに思います。こちら、西瓜島のこの駅の西部にあたるんですけれども、この辺りが一番スタートを飾るサイクのスタートを飾る場所ということになります。実際に西洋がどこにいたのか、この辺りにはおるのは間違いないんですが、どこの施設に、建物にお入りになられているか、これは分からなかった。8世紀の段階では初めて見つかったということです。実はその前の段階、7世紀の後半段階、いわゆるその日本書紀で載っておりますような天武天皇の娘、大久野久美子といったような、初代の太陽さんと言われる方が、おそらくお越しになられて、その宮殿というのが、その後ろ、北西の私の、あれですよ、指を指している方向、あの森の中で、飛鳥時代の宮殿跡が見つかっております。これが、令和2年度に正殿というものが見つかったんですけれども、ちょうどコロナ絶盛期だったので、皆さんにちょっとなかなかお伝えすることはできなかったんですけれども、7世紀段階の宮殿域の中心部が見つかった。そして引き続き、この令和5年では、この8世紀の区画の中心部分、正殿というものが見つかったということが、一番大きなトピックになろうかと思います。続きます。今回、お手元の資料もありますような、いわゆるその、奈良時代の太陽さんの宮殿、その区画が、実は東と西側、お手元の資料では緑色でお示ししたものになるんですけれども、東側と西側が2つあるというふうに考えられております。これは同時並存ではなくて、おそらくどちらかが1つあった段階というのが、今私どもは考えておるということです。あたかも式年遷宮のこう変わるように、こちらがあった段階は、ここが西側はない。こちら東側ですけれども、西側にあた場合は、こちら東側はないという、そのように考えています。でそのまず正殿が見つかったということが一番大きなことですが、次に、申し上げたいのが、面積がとても先ほどの冒頭のご挨拶でも申し上げた通りです。255平米面積がございました。で、実際に現地で申し上げたいのが、建物構造、非常に得意な、特別な、申し上げてもいいかなと思いますけれども、そういった建物構造を、持っております。こちら、私が今おるのが、実は東西に細長い建物、いわゆるここでは前殿後殿と前殿後殿というふうに申し上げておりますけれども、5軒2軒、5軒2軒っていうふうに言い方しますけれども、東西に細長い私が立っているところが前殿ですが、東西に細長い5軒2軒の建物と同じサイズで、こちら後殿というふうな形で書いておりますが、南側に、ごめんなさい、北側にもう一棟並ばされているということです。建物としてはないんですけれども、ここにいわゆる相の間というふうに一点取り、この部分をつないで一つのもやにしていると。このもやというふうに読みますが、お部屋ですね。もやというふうに、いわゆるものになります。大体このもやの柱間につきましては、柱間の寸法ですけれども、大体 2.3 メーターとか 2.4 メーターぐらい、八尺と言っていいでしょうか。八尺と回って、柱が並んでいるんですが、この相の間については 1.8 メーター、尺です。狭いんです。
図的に狭くしているということになります。そういったものが2つを並べて愛の間というのを伝えて、私というものがぐるりと囲むと、こういった構造は、これまでの発掘調査、日本全国での発掘調査では例がない、そういったものになります。ちなみに見ていただいたこのものについては、解説ですけれども、ちょっと冒頭でするの忘れたんですが、いわゆる掘ったて柱形式です。掘ったて柱という建物の形式になります。すなわちだから上は、瓦葺きではない、ダブキ、岩和田葺き、こういったものだというふうにお考えいただければと思います。